皆様こんにちは、村瀬智恵です。今日紹介するのは、甘露株式会社が今月上旬に発売したキャンディー、プラネットキャンディーという飴です。プラネットという名前の通り、宇宙、とりわけ惑星をテーマにしたユニークな商品パッケージもかなり幻想的ですね。ロゴの軌跡は、これは宇宙船ですかね。かなりおしゃれですよね。で、味に関しましては、こちらに書いてある通り、ネプチューンソーダ、マーズコーラ、ヴィーナスエールの3種類の飴のアソートになっております。私が買ったのはセブンイレブンなんですが、だいたい1袋160円くらいだったと思います。ちなみに裏面もかなり可愛らしくて、こんな感じで星々が散りばめられています。すごい楽しげですよね。こういうデザインすごく好きなんですよ。宇宙にきらめく星たちはどんな味がするのだろう。甘いのかな？それともちょっぴりスパイシーだったりして。これは味のヒントかもしれませんね。特にヴィーナスエールはエールという名の通りジンジャーエールのようなスパイシーな生姜風味の味がしそうですね。マーズコーラもちょっと生姜が入ったスパイシーさがありそうだなと思いました。ではパッケージの表に戻りまして、宇宙飛行士いますね。あの星はどんな味がするのだろう。裏にも書いてありましたけど、エモいですよね。考え方がすごく楽しげで大好きです。夜空を眺めながら考える、子供の頃に見る純粋な夢みたいな気持ちになりますよね。では早速開封してみましょう。こちら中には3種類のキャンディーがそれぞれ3個ずつ、計9個入っています。包装のこの横のところがそれぞれのキャンディーの色味を反映していてとてもおしゃれですね。飴が入っている内側の背景も宇宙っぽくなっていて非常に雰囲気がありますね。では早速ネプチューンソーダから食べていきたいと思います。ネプチューンというのはつまり海王星のことです。ローマ神話ではネプトゥーヌスと呼ばれる海の神のことですね。それをモチーフにしているからか、こちらも青色の飴です。では早速開けていきたいと思います。ライチっぽい香りがしますね。見た目は本当に綺麗で惑星っぽいグラデーションになっておりますね。味も爽やかなライチっぽい感じなんでしょうか。こちら調べてみると、ライチとグレープフルーツのテイストを取り入れた神秘的なソーダ味みたいですね。一般的にソーダというと炭酸味を感じるものを想定すると思うんですが、プラネットキャンディーのソーダ味は清涼感を前面に出した味です。後味もすごく爽やかで美味しいですね。ちょっとスッとする感じもするかなと思いました。ただライチが苦手な方は苦手かもしれません。こちらの飴の色、海王星やネプトゥーヌス、あるいはサイダーのイメージから青色なのかと思っておりましたが、でもライチとグレープフルーツといえばチャイナブルーというカクテルを想像しますよね。チャイナブルーというのは透き通った青色のカクテルでライチとグレープフルーツジュースを原料にしております。ちなみにチャイナブルーのチャイナは中国を意味する言葉ではありません。慶徳鎮と呼ばれる中国発祥の青い陶磁器を英語読みするとチャイナウェア、そして慶徳鎮のような青いカクテルであることからチャイナブルーと呼ばれているみたいですね。ジャッキー・チェンさんがこのカクテルの名前と同じ歌を歌っていることでも有名です。次はヴィーナスエール。ヴィーナスというのはつまり金星のことです。ラテン語ではウェヌスと言いまして菜園の守り神と言われています。ウェヌスには固有の神話が残っていないようで、ローマ神話の愛と美の女神と言われている神話は本来ギリシャ神話のアプロディーテのものだそうです。固有の神話が残っていないというのはなんだかミステリアスでロマンを感じますね。では早速開封していきたいと思います。エールという名前の通り、香りからもジンジャーエールのように生姜風味を感じますね。色合いも飲み物のジンジャーエールのような黄金色で綺麗ですね。
金星は酸性の雨が降るそうなので、生姜も酸性かなと思いきや、生姜はアルカリ性なんですよね。食べてみると、クラフトジンジャーエールを飲んだ時のようなピリピリ感やスパイシーな感じは控えめですね。生姜のえぐみみたいなのは私は感じません。とても食べやすくて美味しい味ですね。最後はマーズコーラ。お分かりの通りマーズは火星のことです。ラテン語ではマルス、あるいはマールスと呼ばれ、ローマ神話では軍神マルスとして知られております。戦いの神であるため、ゲームやアニメ、映画など様々な作品でも名前を聞く機会が多いのではないでしょうか。例えばマルスの衣装であるグラディウスはシューティングゲームのタイトルとして使われてますし、元の名前のマーウォルスはアーマードコアの機体にも使用されている名前ですよね。コーラと聞くと、先ほどのエールと同じく生姜のようなスパイシーなドリンクを想像しますよね。個人的なイメージとしては、コカ・コーラとかペプシコーラのような甘みが強いものではなくて、スパイスの効いたドリンクのような味がするのかなと思いました。では早速、開封していきたいと思います。ほんのちょっとだけスパイシーな香りがしますね。で、食べてみると、コーヒーっぽい味もします。調べてみると、ブラックペッパーでスパイスを効かせているとのことでした。コーラと名前がついているけど、コーラという名前を聞いて想像するコーラ味ではないですね。味はクラフトコーラのスパイシーさがあって、どちらかといえばそちらの味に近いのかなと思います。私個人的にはとても美味しいと思うんですが、コーヒー味が苦手な方はもしかしたら苦手かもしれません。全体的には美味しかったけど、ソーダとかコーラといった名前から想像するようなジュースライクの分かりやすい味ではなく、大人向けな味わいかなと思いました。実際に食べてみるまで、パッケージのデザインや惑星、宇宙というキーワードから、小学生くらいの子供を対象としたお菓子なのかなと思っていたんですけど、でもよく考えると、パッケージの裏のこの部分、宇宙にきらめく星たちは、これルビ振られてないんですよね。ということは、これが読めるくらいにはある程度大人を対象にしているのかなと思いました。飴自体も先ほどもお話しした通りとても大人向けな味がします。子供向けのお菓子はストレートにソーダとかコーラを表現すると思うんですが、プラネットキャンディは複雑に凝った味わいで、アルコールの苦味を美味しいと感じられる人向けかもしれませんね。ネプチューンソーダの味がライチとグレープフルーツをベースにしてチャイナブルーっぽいというお話も、もしそれが正解なのだとしたらやっぱり大人向けなんでしょうね。ということでプラネットキャンディのご紹介でした。見た目にも綺麗でパッケージもおしゃれなので、もし見かけたらぜひ手に取ってみてくださいね。それでは失礼いたします。さようなら。